皆さんこんにちは、ことなです。今日は僕がいつも使っている車中泊キャンプアイテム、こちらを一気にご紹介したいと思います。アイテム数が多いので細かい説明はできませんが、気になるアイテムがありましたら概要欄に記載しておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。またご質問、不明な点等ございましたらコメント欄でお問い合わせいただければお答えいたしますので、ぜひぜひご遠慮なくお問い合わせください。で、本日の進め方ですが、最初に収納エリアのご紹介をしてからここのアイテムの紹介をしていきたいと思います。収納エリアは本棚収納庫エリア、デスク周りエリア、ルーフラックエリア、カウンターラックエリア、床下エリア、助手席側スライドドアエリアの計6箇所になります。はい、本棚収納庫エリアは表面と裏面の両方があります。まずは裏の方からご紹介していきたいと思います。こちら小扉を開けるとこんな感じでアイテムが収納されています。で、アイテムはというとこちら、左からタープポール、リフレクター、焚き火台、ピコグリルです。グリルテーブル、焚き火シート、外のポップアップテーブル A3 番、焚き火グローブ、ペオゴニア、火箸です。それとテーブル装着用のランタンポール、100均のグランドシート、以上です。では収納していきます。順番を決めているのできれいにすっぽり収まります。表側本棚の方です。下段は書籍類のほかカインズの折りたたみトートのショー、アルコール除菌スプレー、ファブリーズ。上段は電池式カトリーマット、ベープですね。それと温度計、無比、バンドエイド、こんなものを常備しています。デスク周りのエリアは主にステーショナリーと電源がメインのエリアです。上段には外のスライドガストーチ、皮膚希望、これをそれぞれケースにマグネットシールを貼り付けて車体に固定する形をとっています。こういった軽バンのカーゴは車内が鉄板むき出し部分が多いので磁石が有効活用できるところが非常に便利ですね。続いてデスクトップ、左から自作のポケットティッシュ入れ、ペンケースはセリアの木製ボックスを利用しています。裏側に滑り止めシートを貼っているので走行中も全然動きません。時計は車中泊動画で多くの方が使っているものと同じで、メーカーは不詳ですが僕はニトリで500円で買いました。回転させるとアラーム、タイマー、温度計になります。今まで本棚のところに鎮座していたのですが、こちらに移動させてきました。それとセリアのブック型収納ケースが3つとメモ帳です。中身はというと、こちらには40年前学生時代に使っていたチームデミっていうミニステーショナリー、これをまとめて入れてます。こちらは各種ポストイットで、こちらが USB のコネクター類、こんなものを入れてます。で、机の下ですがミニボウキと自作のリアゲートストッパー各種、それからバーゴのチタン製ミニスコップとあると何かと便利なストレッチコード、これらを巾着袋に入れて置いています。あと壁面に電源サイトから電源を引くための延長コードリール 10m、 それと予備の CB 缶を置いています。で、ポタ電が2台、一つはパワーアークの 600W、 もう一つがジャクリーの 1000W です。年間通してメインで使っているのは最初に購入したパワーアークの方です。ただ IH クッキングヒーターとか瞬間的にでも 300W を超えるような電磁調理器を使うとなると電源が途中で止まってしまうので、後からジャクリー1000を追加で購入しました。なので電磁調理器と PC 用にジャクリー、暖房器具とスマホ、照明用にパワーアーク、こんな風に使い分けています。夏場はあまり電源を使わないのでこれ1台で十分、2泊3日でも半分以上残っています。はい、
ルーフラックエリアは主に椅子と衣類、寝具を収納しています。収納レイアウトはこんな感じ。まず右から、携帯用トイレ、レインウェア、予備の着替え一式、ウルトラライトダウン、電気式風、膝掛け毛布、タオルケット、シュラフ、ファストエイド、空調服、ロータイプチェア、サーマレスとミニ、トイレットペーパー、カーバックシェルターとのれん、外側に折りたたみ傘、こんな感じでね、収納しています。はい、これが携帯用トイレです。バンドックのミニチェアを改良して作っています。釣り用のレインウェア、予備の着替えとしてジーパン T シャツと一式、巾着袋にまとめてあります。いつでも着られるようにモンベルのウルトラライトダウン、これをいつも積んでいます。それと電気式風、家で使わなくなったものを流用しています。マットレスとダウンシュラフを使っているおかげで、真冬でも一番最低の低で大丈夫。ホタテもしっかり朝まで残っています。膝掛け毛布、ペンドルトンのタオルケット、夏はブルー系、秋冬は暖色系と使い分けています。それからシュラフ、通常はナンガのオーロラライト 600DX のターコイズを使っています。で、極寒の時用にナンガ UDD バッグ 1000DX のレッド、これを用意はしています。夏は社外だとネイチャーハイクの封筒型寝袋、これ2000円ぐらいなんですけど、こいつ使ってます。で、車内はタオルケット1枚です。ファストエイドキット、中身はこんな感じです。よく勘違いされる方いらっしゃるんですけれども、これは包帯とかガーゼとかハサミといったあくまで応急処置用の道具がワンセットになっているだけですので、薬の類は一切入っておりません。なのでご自身に合ったものを追加して入れておくことをお勧めします。僕の場合は消毒液と万能外傷薬のほか、頭痛薬、風邪薬、鼻炎薬、胃薬、それから歯医者さんが処方した痛み止め、葛根湯、これらを100均のケースに入れて追加しています。夏に大活躍の空調服、冬はヒーターベストを積んでいます。ヘリノックスのグランドチェア、座布団代わりのミニサーマレスト、トイレットペーパー、自作のカーバックシェルター用の幕一式とのれん、あとはその時の状況に合わせて積み込みができるように若干のスペースを空けてあります。そしてルーフラック後部外側に折りたたみ傘、キーナイスの扇風機は前側に2台装着しています。この扇風機の詳細は過去動画で紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひそちらをご覧ください。それと DOD の一酸化炭素警報器、ぶら下げてます。ここは上棚が予備品雑貨品エリア、カウンター下が食材調理器具エリアになっています。いずれもニトリのソフトコンテナに収納しています。ではまずは上棚エリアから。一番左はバス用品です。タオルが3枚とドライシャンプーとボディシート、歯磨きセット、液体ソープも用意しています。セリアのミニコンテナボックスは温泉セットで、シャンプー&コンディショナーとオリーブ石鹸とボディタオル。2番目は予備品雑貨類です。まずは奥から。小便用携帯トイレ3個1パックを2つ。大便用携帯トイレセット5回分。個装にしています。驚異の防臭袋ボスを10個。コンビニ袋中が10個と小が1パック。横にジップロック大小各種。詰め替え用ポケットティッシュとアルコール除菌ティッシュ。それから予備品箱で、中身は炭酸単イオンアルカリ乾電池とボタン電池、オイルランタン用返芯、S 字フック、自在金具、ゴムバンドに父輪にしたガイロープ、パラコード。これね、ちょっと物を吊るしたい時とか束ねたりとかあると何かと便利です。まあごちゃごちゃした小物が一式入っています。3番目は撮影用品ですね。 GoPro のアクセサリーや USB-C ケーブルを入れています。4番目はフリースペースとして開けてあります。だいたいお菓子入れてますけどね。カウンターにはバンドックのウォータージャグを常設。
その下にコールマンのケトル 0.6 リッターを入れてます。続いてカウンター収納庫上段から一番右のボックスはコーヒーセット一式、愛用のホーローのコーヒーマグカップ、スノーピーのチタンマグカップは 300ml を使っています。コーヒードリップポット、ハリオのコーヒードリッパー、トランギアのアルコールストーブで、これにぴったりはまるエバニューのチタンごとく。砂糖、粉ミルク、コーヒーはセリアのボトルに入れてます。コーヒー豆はジッパー付きアルミ袋を利用しています。それとペーパーフィルターケース、ポーレックスのコーヒーミルです。2番目のボックスはお茶とお菓子、3番目のボックスは食料庫、調味料とインスタント食品、お米とお餅、コンビーフ、こんなところが常連さんですね。で、その隣に自作スパイスボックス、まな板シートとアルミホイール、アルコール除菌シート。はい、下段です。一番右に外310ガスバーナーと専用の五徳テーブル、ドリテックの IH クッキングヒーター、外のホットサンドメーカー、これらを収納しています。で、調理はここで行うんですが、基本外の310を使う、このスタイルが一番多いですね。で、熱がこもらないし安全性ということで IH を購入したんですけれども、ほとんど出番がありません。なぜかというとですね、やっぱりアウトドア感というか非日常感、それが楽しいから、キャンプ用の調理用品を使ってやってるんですけれども、キャンプ用の調理器具って軽さを重視するのでアルミ製のものが多いんですよ。つまり IH が使えないものがほとんどなんですね。だからおのずと外310の出番が多くなるというわけなんですね。せっかくキャンプ道具を持ってるんだし、キャンプ道具の方が気分が出るんでね、そのためにIH 対応に買い替えるっていうのもしたくないし、 IH 対応って重たいんですね。なので今後も僕はガスを中心にやっていこうと思いますけど、もしこれから車中泊を始めるという方で、アウトドア気分より安全性重視で IH で行きたいなっていう人はね、無理にキャンプ用の調理器具を買うんではなくて、家庭用になってしまいますけれども IH 対応のもので揃えた方がいいかなって気はします。ただ同時に1000キロ以上のポタ電が必要になりますけどね。お次は食器箱、竹製まな板、スノーピークのマイプレート、汁物以外はこれに盛り付けて食べています。各種竹皿、固形燃料用五徳 S ビット、ほったらかし炊飯で使っています。同様のものがダイソーだと300円で買えます。カトラリー類はカインズで買ったペンケースにまとめています。ナイフはオピネルのナンバー8、1000本の折りたたみ式三徳包丁。以前は普通の包丁を使っていたのですが、柄がかさばるので探していたところこちらを見つけました。とっても使いやすいです。やっぱり料理は包丁がいいですね。バーベキューフォーク、焼きマシュマロ用に買ったんですが、焚き火でシャウエッセンを一度炙っただけです。なくてもいいかも。メスティンは2つあります。メインはトランギアのレギュラーサイズ赤ハンドルで、もっぱら炊飯とパスタを茹でるときに使用しています。ダイソーの黒メスティンミニはお玉などかさばる調理器具入れにしていますが、重箱に見立てて使う時もあります。スタッキングはメスティンインメスティンです。クッカーはスノーピークのパーソナルクッカーセット。多くの方が愛用している大小蓋付きポットのセットで、蓋はフライパンとしても使えます。錆びず軽量で焦げ付きにくいアルミ製です。ロゴスのミニフライパンとミニスキレット、 IH でも使えます。スノーピークのシェラカップ、左下のチタンは器用、右下のステンレスは加熱調理用です。右上はダイソーのシェラカップ用のザル、左上はミニシェラカップ、どちらもあると何かと便利です。
スノーピークのシェラカップは取っ手に中指がかかるようになっているので非常に持ちやすく安定します。スタッキングはこんな感じ。あと超お気に入りがイトーヨーカドーで買った取っ手付きステンレスボウル。茹でる、煮る、沸かす、混ぜる、何にでも使える万能ツール。超おすすめです。もう一つのおすすめは焼肉トング。先端が浮くのでテーブルも汚さず衛生的。箸置きも不要です。その隣は食品雑貨。左上から爪楊枝、紙コップ、何かと便利なちょこっと家電とシンデレラフィットのアルミ焼肉のタレ皿、サーモスの保冷缶フォルダ、木製ククサ、外フィールドチャッカー、ガスバーナーヘッドです。とウィンドウスクリーン。以上です。その他に車内用の折りたたみ木製テーブルと簡易消火器、消火毛布をカウンターラック横に常備しています。サーマレストは収納の場所を取るのでクッション代わりに敷きっぱなしにしています。後部座席前の足置きスペースが床下収納です。収納物はハンマーとペグ。ペグは以前は専用のケースに入れていたのですが、今はカインズで買った1000円台のポーチに入れています。こちらにはもう一つの焚き火台、コールマンのファイヤーディスクソロと風よけ塵幕を収納しています。焚き火台を2台持ちしている理由なんですけれども、このピコグリルタイプの焚き火台っていうのは軽量でこんなにコンパクトに収まってしまうのでね、傾向性には非常に優れていて、しかも料理がしやすいといういいとこずくめなんですけれども、唯一の欠点はですね、薪が一方向にしか置けないんですね。それと夜特にですね、真っ暗闇で焚き火の炎だけになった時に、このねヘリがすごく視覚的に邪魔になってですね、焚き火が美しくないんですよ。だから単純に焚き火の美しさを堪能したいとなると、薪がきれいに櫓で組み上げられる円形が一番なんですね。それでファイヤーディスクを持っているというわけなんです。でこれね、ピコもすごく組み立て簡単なんですけど、これもっと簡単でね、こういうケースに入ってるんですけども、そこから取り出して足を3つ起こすだけで、こうやってもうこれで終わり。超簡単なんです。お値段も3800円前後ということでお手頃なので、オートキャンプならぜひおすすめです。それとカウンター収納庫の裏側にあたるんですが、ここにはちょこっと焚き火用のトークスのウッドストーブ、卓上炭火コンロの B6 くん、100均の缶ケース2つにはおがくずで作った着火剤と麻紐と白樺の皮とファイヤースターターと主に火起こしグッズを収めています。ほとんどシンボルのようになっているお気に入り、グッドグッズの LED ランタン。机と本棚の上に常設しています。リチウムイオン電池2本装着なので USB 充電が可能。USB 出力がついているのでスマホ充電の電力供給にも使えます。これもお気に入りのソネングラス。グラスの中を好きにアレンジできるので、セリアで買ったドライフラワーを飾っています。ソーラーと USB の両方で充電ができるのも優れもの。こちらはゴールゼロ。専用シェードをかぶせています。マグネットフックごと移動させて車内外の両方で使っています。おなじみスノーピークの種ほおずき。無段階調整の暖色系の光と可愛いフォルム、揺らぎモード付きでとても癒されます。テント泊の時はもちろん、ルーフラックの左右に取り付けて常夜灯代わりにしています。こちらはクレイモアのモバイル LED ランタン1100 Pro M サイズ。光色は中光色、中白色、電球色の3段階。光量無段階調整で最大1000ルーメン。めちゃくちゃ明るいです。主に車内撮影用に使ってます。マイクロ USB 充電式で
USB アウトポートもついているのでスマホ充電にも使えます。このタイプは現在廃盤で、後継機がこちら。クレイモアウルトラ 3.0。最大2200ルーメンと2倍以上の光量になっています。カウンターの上には薄型 LED ライト、専用リモコンで電源のオンオフと光量光色が無段階調整できます。夜間外出の際に利用しているのがスルーナイト T10-2 です。小さいのにとても明るく、後ろが強力マグネットになっているので、金属製であればどこでも固定できて便利です。はい、ここまでが車内に常備している車中泊アイテムたちですが、この他にキャンプ場で車中泊キャンプをするときだけ使用するものもありますので、そちらを紹介しておきます。野外で使うキャンプギアは一式コンテナボックスにまとめてあります。で、ついこの間まではこちらのソフトコンテナに入れて持って行ってたんですが、最近ほとんどのものが車内に収容できてしまったので、30リットルの小さなハードコンテナに変えました。で、中身はというとこんな感じ。フィアハンドのオイルランタンとパラフィンオイル、バーゴのフュエルボトル2本に入れてます。OD 缶とルミエールランタン、組み立てるとこんな感じ。フューチャーフォックスのガスアタッチメント、CB 缶用連結ホース、エバニューのチタンアルコールストーブと燃料用アルコールで、この麻袋は薪割りに使う刃物一式、バトニングナイフ、エビナタ、折りたたみ式ノコギリ、外のポップアップテーブル小さい方、折りたたみ式水タンクのプラティパス2リッター入ります。こちらはシェイシェル携帯浄水器です。タークのフライパン22センチ、焚き火料理の時に使います。以上がコンテナの中身です。この他にクーラーボックス、季節と日数、目的に応じて使い分けてます。はい、いかがでしたか？その時に応じて若干内容が変わるものもありますが、今日ご紹介したアイテムたちが僕の車中泊キャンプのレギュラーメンバーです。もっと細かく丁寧にご紹介したかったんですが、全部となるとかなりの数なので、ざっとのご紹介になってしまいました。今回は車中泊キャンプに限定したので、タープやテントのご紹介は割愛させていただきました。また別の機会にね、ご紹介できればと思っています。で、気になったものがあれば概要欄の方を参考にしていただければと思います。はい、てなわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあのー、バイバイ。